こんにちは。ワールドラバーマーケットパートナーの土屋です。今回のテーマはボールの落下地点を知るです。皆さんに少し質問があるのですが、試合中高くなったチャンスボールを打ちミスしてしまうような経験は多くないでしょうか。そのミスはボールの軌道や落下地点を正しく知ることで減らすことができます。ボールの落下地点を知るのに放物線というものを知る必要があります。放物線は地球上で例えば手のひらから固形のものを放つときに、必ず一つの法則で、ラインを描いて飛んでいくものです。アーチ状に、放物線という決まった法則で飛んでいくものが放物線です。この放物線には発射位置、落下地点、頂点の3点に関係性があります。この3点の関係性を知ることでボールの落下地点を知ることができます。発射位置とボールの頂点、ボールの頂点と落下位置はほぼ同じ距離になりますので、計測上では全く同じですが、空気抵抗やボールへの回転などの、その他の要因が含まれますと少々のズレはありますが、ほぼ同じ距離になります。この法則を使うと発射位置から頂点までの距離が分かった段階で、頂点から落下位置までの距離と頂点と発射位置の距離は同じですから、落下地点を推測することができます。放物線の頂点が分かれば落下地点は自動的に推測することができるわけです。では落下地点を予測する練習として、ボールが落下する前にあらかじめラケットを用意してバック側でのバック面での処理をする練習をしてみましょう。実際にはボールが発射して落下する前にラケットを用意してボールが来るのを速やかに待ちます。ボールの放物線の形が正しく読めていれば、ラケットとボールのポイントは正しく捉えられますので、そこを確認していきたいと思います。このような練習でボールの落下地点を知ることはできるようになります。ですが、今私がボールの落下地点に対してラケットを準備する際に皆さんに説明していた方法よりも少し早めに判断をしていることにお気づきになられた方はいらっしゃいますでしょうか。放物線は頂点を知ることで落下地点を知ることができます。このことを応用します。応用しますと、ボールとラケットが接触してから間もなくボールの頂点を知ることができ、落下地点を知ることができます。方法としましては、放物線というものは決められた定義のあるアーチ状の形ですので、ボールとラケットの接触した位置、その後の
あるいくつかのポイントを結びますと放物線のラインが見えます。つまり頂点まで達する前にボールのライン読みはラケットとボールが接触して間もなく計測することができます。頂点さえ分かってしまえばあとは落下地点までイメージ通りですので直接的にボールにトライすることができます。放物線のライン読みができることで動き出しも速くなります。先ほど質問した高く上がるようなチャンスボールにも例えばショートではなくてフォアハンドで攻撃する場合にもあらかじめボールの動きが分かってしまえば次に準備する状態も非常に良くなりボールを捉えやすくなるため攻撃のミスも減っていくということになります。では先ほどの練習の応用としてフォア面で待つ、フォア面で強打するという練習に移ってみましょう。ショートで受けていたボールをフォア面で待つということですが、まずはおへそでボールを受けていた部分を応用してフォア側で受ける時の通常フォアブロックのイメージを作るといいと思うんですが、ボールが来るポイントに対してあらかじめフォアで待ってラケットを用意する。この作業をすることでボールの軌道に対して落下地点に対して確実にボールを触れるかどうかを捉えましょう。まずここができればその他の応用にも結びついてくると思います。フォアハンドで強打するですが、フォアハンドで強打する場合はあらかじめボールの放物線が理解できた段階で強打するわけですから回り込みましょう。回り込んで出来上がっている放物線に対してバウンドの位置が推測できれば次の山も同じようなイメージのボールが来ます。もちろんボールの高さには大小ありますのでそれは練習を重ねていって捉えるようにします。ボールの落下地点から放物線上にまた飛んでくる次の山の頂点に見たる前にラケットの面を用意するとボールが捉えやすいと思います。バウンドしてから下から上側に反射してくるボールをラケットの中央で捉えてそのまま相手のコートに運ぶように打っていくと非常にバランスよく返球できると思います。今回の練習でボールの放物線を知ることで落下地点を知り高く上がるボール、チャンスボールの打ちミスを減らすということが可能になります。その他にもボールの落下地点を知ることでショートやつっつきなどの基礎的な技術を向上させることができます。応用できる部分は多々ありますので落下地点を意識する練習に力を入れましょう。